目の前にスバルのビルがあるんだよね。歩道がバカみたいに広い。太田市美術館図書館っていうね場所があって、めっちゃ綺麗ですよね。来た、美味しそう。これすっごいふわふわしてる。やぶ塚に着きました。これはいいわ、心休まるわ。今日向かうのはほとんどの人が一生行くことがない群馬県太田市。スバルの企業城下町で北関東随一の歓楽街とも言われてるんだよね。そしてよくある寂れゆく地方都市ってね言われがちなんだけれども、絶対ねそれだけじゃない気がするので、太田市の本気を確かめに行きたいと思います。はい、太田に着きました。時間かかった。駅はやっぱ広いね。さすが人口30万人いるし、スバルがあるからね。しかもこの駅のプラットフォームで北千住とか東京スカイツリーって名前があるのがなんかいいね。この景色で東京スカイツリーって書いてあるのがいいね。エモいねこれは。何これ、すご。ねぶた祭り、小島どっちかわかんないけどもうねぶた祭りっていう、多分青森のねぶた祭りを模したお祭りがお盆の時に開催されるみたいだね。うわすごい。しかも関ヶ原の戦いからついてんだ。めっちゃ歴史あるのかと思いきや30周年、どういうこと。でもすごいね、これはめちゃくちゃ綺麗そう。はい、ってことで太田駅に着きました。ここは北口です。もうねすぐ目の前にスバルのビルがあるんだよね。あそこ見えるかな。やっぱさすがね、ここがね、産業都市ですね、スバル。で、あそこら辺がね、スバルの工場があって、町の名前もね、なんとスバル町っていうらしいんですよ。で、これめちゃくちゃ面白くて、愛知県トヨタには、トヨタ市っていうのがあるじゃない。あれも、車のトヨタがあるからじゃない。そんな感じで、企業の名前が町名になってるんですよね。ここの、太田市も、あそこら辺がスバル町になってるんで、同じ現象が起きてるんですよ。いや、このさすが車がねこの街を制してる、それがね太田市です。で、いいところに地図があったので、この地図で説明すると、今ここにいますね。東武太田駅にいます。で、今から行くのがこの北側のところですね。で、この北側の右上、ここにそうスバルの工場があるんですよ。で、町名前が見てスバル町になっています。で、この上ら辺に城下町とかね、なんか古い景色があったりするんですけど、ここにちょっと回りますと、で、南側の方に行くと昔のね商店街が残ってます。で、この商店街とか、あとロードサイトの店舗もあるんですけど、ここら辺もね、こっちの方にイオンモールができたんですよ。新しくイオンモールとドン・キホーテがあるんで、この2つの影響によってちょっとね錆びれてる雰囲気があるんで、そこら辺もね見ていこうと思います。ただ行政の中心はここ太田市役所とかね、郵便局があるんで、この辺がね、行政中心街なんで、あとはここら辺は結構栄えてると思うんですけど、商店街はどうかな、やっぱイオンモールとね、ドン・キホーテがこっちの方にあるから、どうかなっていうのがあるので、ちょっとそこら辺もね、見ていこうと思います。で、最後にこう左上に行くとね、もともと太田市って平成の大合併でいくつかの町がね合体したんだけれども、その中でも限界集落と言われるようなエリアがね左上にあって、名前が藪塚っていうんだけども、そのエリアもね行こうと思います。同じ太田市なんだけども、この太田駅の駅前と藪塚でどれだけね差があるのかっていうところもね今回見ていきたいなって思います。では行きましょう。はい、で今北口歩いてるんだけども、駅前めっちゃ綺麗だよね。ここがバスロータリーとタクシーの待つところがあって、あそこになんか戦国武将みたいなやつがね、2人立っていて、パッと見はなんか全然すげえ発展してる街っていうのと、あとね、この左側になんかもう六本木にある建物かみたいなね、すごいなんか洗練されたモダンな建物があって、これ何なんだっけ。美術館だ。そう、美術館があるんですよ。太田市美術館図書館っていうね場所があって、めっちゃ綺麗ですよね。この周辺環境から見て浮いてる。そう、これがモダンと言われるゆえんねって思った。ってことで美術館のカフェに来ました。キャラメルフラッペがね美味しそうだったんで注文しました。めっちゃ美味しそうじゃない。これいただきます。ここの中館内撮影ができなかったんですけども、めっちゃ綺麗でした。でしかも中の内装は雰囲気だけ見ると普通にもう東京の表参道にあるんじゃないかみたいな感じな綺麗なところで、これ本当に太田市の建物っていうぐらいね、ちょっと太田市の人に申し訳ないかもしれないけども、すごいギャップがある、いい意味でねギャップがあるところだなって思いました。で他のエリア見ると、駅前は
マンションがあって戸建て、奥にマンションで、駅前はほんと戸建てが多いね。駅前ってマンションとかがね、バーっていっぱい建つようなイメージがあるんだけども、ここは違うね。戸建てがあって、その奥にスバルの工場がドーンとある感じでしょ。だから、いわゆるなんかその地方都市の駅前と若干雰囲気が違うよね。やっぱこれってやっぱスバルの影響なのかな。ね、マンションってまああれぐらいしかないじゃない。あれとその奥か。奥にしかないじゃない。他は全部戸建てでしょ。ね。ちょっと雰囲気違うよね、駅前の。じゃあちょっとその雰囲気違う要因になっているであろう、これスバル町の方にね、ちょっと歩いてみようか。何があるんだろうね、あっちの方は。本当工場だけなんかな。一瞬ね、この目の前にある酒屋さんがね、パーって目に入ったから、ここ商店街だったのかって思ったけども、左に目をやると、トヨタがあったり、ガストがあったりするから、まあ、若干ロードサイド的な雰囲気があるんだよね。まあ、でもね、南口の方がね、ロードサイドの雰囲気があるみたいなんです。で、多分こっちの方はね、本当にもう、企業の工場とか、本社機能、本社なのかわかんないけども、オフィス機能があるところだけなんかな。あんまね、商店街がある感じしないよね。そう最近はね、このやっぱスバルの工場があるから、まあ、産業都市っていうイメージがね、すごく強いんだけども、実は江戸時代とか昔は、大田宿って言われるね、まあ、宿場施設の一個だったのね。だからこんな感じで、多分これも名残じゃないかな。ね、旅館があるんですよ。で、このね、大田駅の北側のところにある、まあ、いわゆる寺院とかね、お城の跡地があるんだけども、おそらくそのエリアに行くと、元旅館とかね、大田宿の雰囲気をね、感じられるね、エモい場所がね、たくさんあるんじゃないかなと思います。まだこのエリアは結構もう産業都市的な感じで、まあ、開発がされてね、そういう旅館風情とかはないんだけれども、またね、その寺院エリアに行けば雰囲気が変わるんじゃないかなと。いや、でもいいね、これ。見て見て見て、見てこれ、見てこれ。スバルモナカだって。スバルモナカ、すごい。スバルにあやかったスイーツもあるんだ。これ後で食べよっか。ちょっとね、今お昼の12時46分なんだけども、朝ごはん食べたのは結構8時ぐらいで早かったからね、もうお腹空いちゃって、先にね、こうスバルモナカ、もうこれだけね、ちょっとお腹いるかなと思って買ったんだけど、見て、スバルの車の形してる、すごい。これ食べよっか。ちょっとね、これすぐ食べるね。いただきまーす。いただきまーす。うん、うん、うん、うん。あんこが、これこしあんだね。うん。ああ、暑いから甘いもん食べるとね、もうほんとね、熱中症対策にもなるのかな。ね、やっぱ糖分一緒だからね、これ食べてね、スバルの街を歩きましょう。うん、美味しいわ。うん。今これ駅前の様子をね、映してるんだけども、やっぱ太田市は、第3のエリアだわ。群馬県の中でも。ね、高崎市で前橋市で太田市だってさ、この前、投稿した動画、多分もう投稿されてると思うんだけれども、そこの、高崎市の駅前とか見るともうね、ペデストリアン通りがあったじゃない。でそこで駅前の駅ビルがあったりとかしたじゃない。それと比べるとなんか商業施設ってほぼないじゃん、この太田市ね。もう住むための場所と工場が本当に産業都市なんだよね。だから同じ群馬県でエリアも近いじゃない。伊勢崎市を挟んですぐ横のエリアなんだけども、エリアが近いけども街の性格ごめんね、さっきもなか食べたから街の性格が全然違うよね。いや、こんなにもエリアが近いのに街の雰囲気が違うっていう、これも面白いね。同じ群馬県の中でも全然違う。はあ、すごいわ。これは歩きがいあるわ。で実はこの太田市って太田焼きそばっていうなんかグルメがあるらしくて、でそのグルメを駅の南側がね、昔からある旧市街の商店街になってるんで、そこであるね、なんか美味しそうなお店に入って、まずはね、ちょっと腹ごしらえをしようと思います。はい、ここが南口です。見るとマンション、ホテル、マンション、ホテルかでこう建設中って感じで、全然性格が違うわ。北側はスバルのですね、工場がある産業都市風情があるけども、南側はもう多分そこに向かう人たち、そこに働く人たちが住むエリアだわ。みんな多分ここだわ。そうだ、ここに住んでるんだ。しかも南口には2027年に群馬未来大学の新しいキャンパスができるんですよ。北口に美術館ができた10年後に今度は南口に大学が作られるんですよね。スバル一強の産業都市だけじゃなくて、太田市は今ね、まさに成長中の都市なんですよね。それがまたすごいね。駅前の道めっちゃ広いぞ。すごい。南口もなんか旧市街地って雰囲気かなって思ったら、全然こう綺麗に舗装されてるわ。
で、ちょっと右側のこのビルとかは、なんかね、1階に商店街じゃなくて、なんか居酒屋さんとかあるけども、ちょっとそれがなんかその商店街雰囲気があるところなのかな。ちょっとチェックしてみようか。ほら、こことか新財っていうお店があったり、ここ魚民があるよね。こことかはなんか商店街っぽい感じだけど、そうでもないか。ここだけだわ。なんか KP、あれバーがあるけど、ここだけだな。じゃあどこなんだろう、商店街。ちょっともうちょっと歩いてみようか。あったあったあった。これ。食堂末広です。ここで食べれるみたいなんでね、ちょっと今から食べようかなと思います。すっげえ独特な雰囲気のお店だった。これなんか水が置いてあるんだけど、これね、湿気取りだね。昔家でやったわ、これ、湿気取り。冷たい水置いてさ、その水がね、ついて湿気落とすやつ。で、ここのお店、なんか太田の、なんかその商店街の組合に入ってないから、その太田焼きそばあとこの焼きそばの麺使わなきゃいけないよっていうのがあるんだけども、それじゃなくてもよければ焼きそば作れるよって話だったんで、そうしました。なんか店主さんがすごく個性的な方でね、めちゃくちゃ雰囲気良かったんで、もうここで食べます。きた、美味しそう。これよりもし色が濃いのが大手焼きそばらしいんだけども、でもこれも美味しそうだ。てか麺が太いね。大手焼きそば風なのかな。ちょっとじゃあ早速食べようか。少しいくよ。おい。麺がすんごいもっちりしてる。じゃあ普通の中華スープです。ということでごちそうさまでした。めっちゃうまかったですよ。普通に焼きそば味濃いけど、多分これが大手焼きそばなんだよね。商店街の組合に加盟してないけども、もうこれ大手焼きそばでいいじゃん、これ。ね、美味しかったです。お店の方のご好意で今日暑いからということでね、シャーベットを無料でいただきました。いやー、すごい人の温かみを感じる。嬉しい。はい、ということで、これ末広さんでご飯食べました。めっちゃ良かったね。めっちゃ愛想いいし、すごい世間話も5分ぐらいして、なんかその今日は足利の方で花火大会があるから人多いよとかね話したりとか、あとなんか地元の方がなんかそうお弁当予約したのかな、でバーって来てめっちゃ世間話してるとかで、しかもすでにいるお客さんとその新しく来た弁当をもらいに来た女の人もなんか話してるのよ。すっげえもう地元密着のね、心温まるハートフルなね、お店でした。ぜひ皆さんも太田市に来たらね、商店街に加盟してなくて、太田焼きそばは食べれないけども、それでも焼きそば美味しかったんで、この焼きそば食べに来てください。太田市にあるからね、これもう太田市の焼きそばだから、太田焼きそばなんで、食べてください。美味しいんで。じゃあ行きましょう。で、今日気温がもう36度、7度ぐらいあってね、もう死ぬほど暑いんだけども、この太田市の駅の南側にね、商店街があるって言ったじゃない。で、今、南側のちょっと西寄りにいるのね。で、このエリアは商店街がなくて、東寄りの方に、商店街があるらしいんで、そこに、ね、今から行ってみようと思います。なんか昔、なんかいろんないかがわしいお店街があったらしいのね。で、今そこが、営業してるかしてないかわかんないけども、そのお店の跡地みたいなのがあるらしいんで、そこに行きます。はい、ここがその商店街の南一番街です。ここね、入り口すぐにドマドマがあって、なんかゆるエスメガネかな、メガネ屋さんがあって、ちょこちょこね、商店があって、奥はもうホテルで商業ビルで、右側もちょっと居酒屋があって、ちょこちょこね、あそこで焼き鳥とかがあって、あとはもう何もない。もう、ちょっとあるね、向こうに。で、おもろいのが、歩道がバカみたいに広い。これ何すんのこれ。だんじりでも通るの？駅前であったけども、なんかお祭りねぷた祭りのみこしでも通るんかなってぐらい広いんだけど、これ何に使うのこの通り。だって、車線が2車線しかないんだよ。往復で。1車線1車線で。で、こっちなんかもう、4車線ぐらい作れるよ。これ何これ。何のためのこのインフラすごいインフラ。これやばいね。こんな街見たことないよ。だって大田市って車社会でしょ。車社会にもかかわらず歩道を優先してるってことは、やっぱすごいこの商店をね押してるのかな。やってそう、この辺は。やってそうだわ。ここの人いかがわしいずたちはねやってるわ。まだ現役なんだね。
I love 南一番っていう風にね、これね、書いてあるんだけども、ここもそうだね、雑居ビルもそうだね。全部そうだ。駅から今200メーターぐらい歩いてきたけども、全部そうだ。ただだよ、ただ。北側エリアは、産業都市だったじゃない。産業都市というかね、産業エリアでしょ。だからそこで働く人たちの疲れを癒すために、もうお互いにね、これ助け合ってるかもしれないね。それでうまくお達しは回ってるのかもしれない。そういう構造があるのかな。ね、そう理解しました。駅の南西のところを今歩いてるんだけれども、これね、太田郵便局があるね。これ昔からこの太田市民の荷物とかをね、手紙とかを届けてきたんだろうね、この郵便局は。で、その左側にね、目をやると、ここに市役所があります。太田市役所です。もうちょっとね、近づいて見てみようか。はい、ここが太田市役所です。地上が12階なので、この前見た高崎市役所と比べると、半分ぐらいだね。高崎市役所の方が21階だから、ほぼ半分の、ね、高さになってます。高さも60メーターということでね、高崎が102メーターだから、半分弱かな、半分強かぐらいだね。ということで、ただ、行政区分としては、この地区が大体22万人だから、でもそれくらいじゃないね。高崎がね、36万人かいるけども、その人数と比べると、もうちょっとね、大きくてもいいかなと思うけども、でも20万人だったら結構綺麗な方じゃない？すごい、ていうか建物めっちゃ綺麗だよ。ちょっと近づいてみようか、これ。はい、ちょっとね、今近くに来たけども、結構綺麗だね。20万人規模としては全然十分じゃない？中入れるのかな？やっぱ今日ね、もう休日だから入れないね。この銅像の女の子が迎えてくれます。この市役所はね、結構高いんだけども、周りはね、そんなに高くないね。で、そんなにお店もむちゃくちゃ密集してるわけじゃないから、やっぱこの市役所だけって感じかな。建物のなんか雰囲気としてはね、大きさというかあれとしては。なるほどね。なんかしかもカリフォルニアとなんか提携姉妹都市なのかな、わかんないけど書いてあるね。カリフォルニアって、シスターシティオーって書いてあるわ。姉妹都市なんだ。すごい。ということで、ここ太田市はカリフォルニアの姉妹都市っていうね、また別の顔があることが分かったね。で、今一旦ね、駅まで来たんですけれども、ここから大光院っていうね、神社があるんですよ。一応その大光院がこの太田市の中では観光地の一つではあるんで、せっかくね来たんで一応ね観光地も行こうと思います。で、ちょっと若干この炎天下だから30分ぐらい歩いちゃうんで、駅でさっき冒頭言ったけどもレンタサイクル、自転車がね借りれるんで、自転車を借りてね行こうと思います。電動アシスト自転車をね500円で借りれるんで、これ借りてね行こうと思います。これ全然いいでしょこれで。ということでレンタサイクルを借りました。これ朝の9時から夕方5時までなんだけども、1日使って500円で、電動めっちゃいいね。じゃあこれ乗っていきましょう。今自転車で3分ぐらい走ったんだけれども、これねまっすぐ行ったらね神社があるんだけども、その手前にねこれ石で作られた、これ鳥居って言っていいのかなね。しかもなんか家紋があって、これ見えるかな、多分あれ徳川家の家紋っぽいよね、ものがあって、すごいここからなんかその神社に続くさ、なんか商店街じゃないけども、なんかその参道のさ、なんかお土産街みたいなものがありそうな雰囲気するよね。でもパッとね見てもないんですよ、それがね。やっぱこの奥にあるお城ってお城ってね、実は室町時代とか江戸時代よりも前にもうすでにね廃城というかね、もう終わってしまってるところだったんですよ。だから別に城下町があるわけじゃないんですよ。だからそんな発展してないのかもね。でもこういうなんか伝統的なね、なんか太鼓とかもなんかあるし、雰囲気はすごくいいんだけどね。ただね、なんか商店とか小売店があるってわけじゃないね。そういうわけじゃないんだね。ということで着きました、大光院です。これね、なんと群馬名所100選の第1位らしいです。1983年ですけどね、43年前によると1位ですね。今だにそれを引きずってます。で、一応ね、前にはこれ商店があるからね、ここで簡単にご飯とかね、コーヒーとか飲めるし、あそこになんかね、外国人観光客向けのなんか抹茶を飲めるような場所があったね。で、ここはなんか閉まってる感じかな。お土産屋さんってあるけどもね。で、大光院ってそもそも
どういう神社やねんっていうのを見ると、1613年になんかできたっぽいね。ってことは400年ぐらいの歴史があるんだ。はい、じゃあ入りましょう。ちょっと待って。これ樹齢何年なのこれ。すごいぞ。これ。小石川庭園だっけ、なんか港区にある、小石川庭園じゃないか。庭園が、浜離宮か。浜離宮にもなんか樹齢何千年っていう確かね、松があったと思うんだけども、これいつだ？いつ？でも相当な松だね。うわ、すごい立派だね。ちなみにさっき見たこの松は樹齢700年だそうです。すごいね。1300年頃からずっと生えてんだ、ここに。で、もう一個面白かったのが、別に松は面白くないけども、これ面白いのが、七福神スタソプ応印所っていうね、スタソプっていうね、スタンプじゃないんだっていうね、ここに入ってます。押したい方はね、これ押してください。なんと大光院の神社の、ね、すぐ近くに焼きまんじゅうのもう専門店、大田市といえば焼きまんじゅうなんですけど、焼きまんじゅうの、ね、専門店があったんで、ここでね焼きまんじゅうを買いました。店の雰囲気もとっていいよってことでね、あの人がね言ってくれました。でこれを買いました。1本250円ですね。ちょうどね、お店の焼きまんじゅう食べようと思ったのね。で、お店の人にも撮影していいよっていう風に言われたんだけども、ちょうどお客さんがね、ゾロゾロゾロって来ちゃって、さすがにね、そこで撮影するのはね、忍びなかったんで、一旦ね、今買ったんだけど、1本250円で結構大きいのね、買ったんだけども、今から大田駅の方に向かって、で、大田駅にね、ベンチがあるんで、そこでね、食べたいと思います。じゃあ行こっか。もうタイミング悪い、ほんとね。タイミング悪いわ。ちょっと早く食べたいなと思って、さっき鳥居があったじゃない。鳥居があったところに椅子があったんで、これね、食べたいと思います。面白いよ、これ。これ。見えるかな、これ。ほら、ちょっと待って。ほら。これ面白いでしょ。これですよ。まんじゅうこれみたいな。4つ、なんかね、つなってるんだけども、これがね、まんじゅうみたいです。焼きまんじゅう。で、これをね、お箸で食べます。お箸で食べます。じゃあ、いただきます。これ、すっごいふわふわ。ふわふわしてる。待って、これ、まずはちょっと切って、焼きまんじゅうってなんか柔らかい、お麩みたいな感じなのかな。うん。まあ、お麩は柔らかいけども。よいしょ。じゃあ、いただきます。醤油ベースの香ばしい。で、なんかパンかな。おまんじゅうよりもパンとかお麩に近い。それに表面が、甘じょっぱい醤油がね、塗ってあるっていう感じで。これおまんじゅうじゃないけども、これはこれで美味しいわ、普通に。美味しい。いろんな場所に出かけるとね、その場所で名産なものがあるじゃない。で、何これって思っても、それにね、チャレンジして食べてみると意外と美味しかったりするんだよね。そういう発見が食べていいですよね。めっちゃ暑いなって思ったら、そこ見えるかな。今の気温38度。熱じゃん。38。ちょっとやばいな。一回ね、今駅に戻ってきました。で、ここからね、どこに行くかというと、渋塚って場所に今から行きます。で、渋塚に行くには、この東武東上線からね、3駅か4駅くらいで行けるんで、今からね、乗っていきます。渋塚じゃなくて、藪塚ね。今、大田にいるんだけども、1、2、3つ目だ。ここに、ね、行きます、今から。ここも一応ね、エリア的に大田区なんですよ。ここがね、どんな感じなのかっていうのをね、ちょっと見に行こうと思います。今いる大田との違いをね、見えればと思います。ってことで、藪塚に着きました。駅の雰囲気からしてさ、もう全然違うよね、大田駅と。ほら、のどかな雰囲気がね、漂ってるね。いいね。ここでしか得られない栄養があるわ。IC カードが使えます。で、ここが南口です。南口は、駅前はすぐにタクシーだとバスのロータリーになってるね。で、ちょこちょこなんかお店があるけども、開いてないかな。でもなんかだだっ広い、なんかもう何もないっていう感じじゃなくて、一応商店はあるみたいだね。で、今回は、北口の方に、なんかね、お店じゃなくて、なんか、花畑みたいなやつがあるらしくて、そこね、ちょっと見に行こうかなって思ってます。もういいね、のどかで最高だね、この雰囲気は。いやー、これが東京から2時間半ぐらいか。ね、2時間半かければ来れるか。で、ここの藪塚っていうのが、
温泉地としてもね有名みたいで、これ見えるかな、ここに藪塚温泉って書いてるね。南の方に行くと結構温泉とかもねあったりするみたいなんだけれどもね、いやにしてもめっちゃのどかだわ。ちょっとね走ってるんだけども、正面見えるかな、あそこにねかかしがあるんだよね。そう、ここ藪塚にはなんか面白かかしっていうのが、面白かかしって名前じゃないけども、面白いかかしがねいっぱい置いてある場所があって、多分それがねあそこなんですよ。見える？なんか日本一のかかしがね置いてるらしいんですよ。なんだこの景色は。ない記憶が刺激される。もしかしたら小学生の時におじいちゃんに手をつないで手を引っ張られて、このなんかあぜ道みたいなところを歩いた記憶があるかもしれない。なんかそうね、なんか昔の記憶をね、ない記憶をなんか彷彿させるような、すごい綺麗な場所だわ。で、こっちにあるのがかかしね。で、別にこれ1個ってわけじゃなくて、奥にもあるんだよね。そう、ここ藪塚には日本一のかかしがあるらしくて、画面の奥に映る青い服を着たかかしがね、そうなんですね。高さ10メートルあって、遠くからでもね、よく見えます。また、ここにはジャパンスネークセンターっていうね、蛇と触れ合える施設とか、藪塚石切り場跡などのね、観光スポットがね、点在してます。そしてずーっとね、遠くまで一直線に続く道で、そこら辺でね、なんかね、あるんだよね。花畑みたいなものが。なんかね、もうちょっとで着くみたいなんで、もう少しだけね、歩いてみようかな。あったあった、これだわ。お花畑、キバナコスモスって書いてある。あ、意外と、こじんまりとした規模だけど、もうすっげえ綺麗に咲いてるわ。おー、いいね。またこれ来る季節によっては花が変わるんだろうね。あー、綺麗綺麗。いいね。ただちょっと、これを見るためだけに、この藪塚駅に来るのは、ちょっとそこまでの役はね、任せられないかもしれないけども、他にもね、藪塚温泉とかあるからね、スネークなんちゃらみたいなね、ヘビを触れるところもあるから、いろんなもののついての一個として、このお花畑もね、見に来るのはすごくいいかもしれないね。ってことで、今、藪塚駅の南口の方をね、商店街あるかなと思って見てるんだけれども、ちょこちょこね、お店はあるね。この高島屋、生活ファッションいいと思うってね、高島屋とか、これ工場かな、とか、あとなんかカフェっぽいなんかあるね、喫茶店かなとか、あと美容院か、理容室か、があるんだけども、なんかね、商店が集まっているというよりも、住宅街だね、この辺りは。だから駅を中心になんかその街が栄えていったというよりも、ただ別のところで街が栄えて、その後に駅ができたのかな。いや、わかんない。だからあの駅の周辺を見ると全然栄えてないし、商店街もないから、なんか街の成り立ちが多分駅起因じゃないんだよね。だから別のところが多分中心街になってるかもしれない。この藪塚エリアについては。もともと藪塚は農村地区で藪塚石切り場がね、あったエリアなんだよね。で、切り出した石を運ぶトロッコ道が今の駅の前身だったから、駅前商店街が形成されにくかったそうです。町は山側の藪塚温泉エリアと桐生市方面に工業エリアとして発展していったことや、北関東自動車道ね、太田藪塚インターチェンジとかの開通や、太田市の都市計画としても町を発展させるだけの人口がいないとしていて、今の状態になっているんだそうです。なんかさっきからね、ベトナム人というか、東南アジア系の方がね、結構多いんだよね。なんか自転車でね、通ってる人は、ほぼほぼね、東南アジア系の人でした。で、さっきまでなんか大手駅の方でも結構外国人多いなって思ったんだけども、こっちもね、多いのはどういうことって思って、で、いろいろ調べたんだけれども、実はね、この、藪塚工業団地っていう、太田市がね、指定してる工業団地がね、この藪塚にあるんですよ。で、太田市って、そのスバルがあって、スバルの街っていうイメージだけじゃなくて、市内に工業団地がなんと10カ所もね、点在してて、10カ所以上か、も点在してて、で、この藪塚の、多国籍さって、そこがね、起因してるらしいですね。だから、群馬県全体を見ても、外国人10人が今ね、過去最多の7万人だって。7万人超えてて、国籍別だと今ね、ベトナム人が一番多いらしいです。この雰囲気、街の雰囲気というかね、雰囲気にベトナム人が多いっていうのもなんかすごく違和感感じるね。技能実習生かなねえ。ってことで、藪塚駅に戻ってきました。結構人が賑わってるなって思ったら、今日は冒頭にも言ったと思うんだけども、足利の方で花火大会があるんですよね。だからね、ちょこちょこその浴衣着た人とかがね、
いるんですよ。今は普段のこの藪塚よりも人が多い藪塚ですね。車もめっちゃ通ってるし、多分これが普段のね本量じゃないと思うわ。もう少し本量は抑えられてる感じだと思うわ。この藪塚でも方面として北千住と浅草が出てくるのはこれやばいね。エモいね。この街の雰囲気でこの名前出てくるのがマジ面白いわ。すごい、今後ろにいる人たち全員ベトナム人だ。ほら、このね、この街の雰囲気で日本人が少ない。これも面白いわ。太田市はスバル一強の産業都市だと思ってたんですけれども、実際に歩いてみたら商店街やモダンな美術館があったり、2027年には大学までできるらしくて、街自体がねどんどん発展してるんですよね。太田焼きそばや焼きまんじゅうみたいな名産品もあったし、思ってた以上に魅力のある街でした。駅前に繁華街がないのも見方を変えればね落ち着いてる街ってことかもしれないし、車があればイオンとか高崎前橋にも出られるから、産業都市の顔だけじゃないね太田市の魅力を感じられました。実際に太田市に住んでいる方やゆかりのある方がいたら、いいところでも逆にここはなってところでもいいのでコメントで教えてください。あといいねとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。